16号整形外科山田しおり枕研究所の山田しおりです。今回はしびれ痛みの原因、あなたの場合首の障害、それとも後訳性の末梢神経障害、どちらですかというお話をしたいと思います。本当にこの痛みとかしびれっていうのはとてもありふれた誰にでも起こる障害ですよね。痛みもしびれも経験したことがないなどという人はおそらくいないと思うんですね。そのぐらい日常的によくある症状だからこそ何が原因かということがとても重要になってきます。なんか手がしびれるんですか？はい、最近両手がしびれるんですけど、どの辺が？手先ですね。指先がしびれます。この辺どうですか？腕はなんともないんですけど、こんなお話を聞くと整形外科医の私としてはやはり後訳性の末梢神経障害かなというふうに、頭によぎるんですね。その、後訳性神経障害について今日はじっくりとお話をしていきたいと思います。後訳性末梢神経障害のこの後訳性っていうところなんですが、漢字を見て何かイメージ浮かびますか？やっぱり最初のこの締め付けるというイメージがありますね。こうギュッと締め付けられる、イメージですね。その通りなんですよ。後訳性末梢神経障害っていうのは神経を後訳する、締め付けることによって起こるさまざまな不快な症状ですね。それなんです。別名をトンネル症候群なんていうふうに言ったりもします。こちらの図をご覧ください。神経っていうのは体のありとあらゆる場所にあります。その周りには骨、筋肉、靭帯、筋膜、さまざまな解剖学的な要素があるわけですね。手見てください。ここに筋肉もあります。硬い骨もあります。靭帯、筋もあるんです。そういったものが大事な主要な部位、そういう場所を締め付けることによって起こる。つまりトンネルがスーッと神経が通ってればいいのに、骨にトゲができてしまったり、靭帯が分厚くなってしまったり、さまざまな変化によってこのトンネルを締め付けが起こると、中に走ってる神経がしっかりしてた神経がへにゃへにゃ、潰されてしまって障害が起こるわけです。このような後訳締め付けによって起こるさまざまな神経の障害トラブル、これが後訳性末梢神経障害なんです。どうです？これ見ると分かりやすいですか？はい、この絵で見るとよく分かりますね。分かりますね。名付けて4大後訳性末梢神経障害、体の大きな4つのこの後訳性神経障害についてもう一度よーく勉強してみましょう。ご覧ください。漢字も結構難しいですよね。そうですね。まず1番読んでください。手根管症候群。どこに起こるか覚えてますか？手首ですね。そうです。手首に起こる手根管症候群。管という字は管、つまりトンネルですね。この手根管ってここにあります。手のひら側にあります。この手根管に神経が通っています。神経、正中神経という、神経ですね。この正中神経が何らかの骨、靭帯、それ以外のさまざまな出来物などいろいろなもので圧迫されて、ここから通っていくときにぐぐっと後訳され、その指先に障害が出る。特にですね、手貸していただいていいですか？この、手根管症候群は指の中でも親指、人差し指、中指、4番目の骨の半分に分けた親指側だけ3本半がしびれるんですね。そしてこれね、時間的に結構特徴があって、夜中にしびれるんですよ。そうなんです、はい。なので夜しびれて目が覚めちゃったり、眠れなかったり、
朝起きた時にしびれてることに気がつくなんてことがよく患者様がおっしゃる障害なんですね。わかりやすいじゃないですか。はい、その特徴をよく覚えておいてくださいよ。最後にクイズがあります。はい、では次いきます。はい、ではまた難しい漢字読んでみてください。はい、中部間症候群。はい、中部間の中は肘ですね。肘ですね。肘に起こります。皆さん、手を前にまっすぐ手のひらを正面に向けて立ってみましょう。この状態から右手を曲げてみてください。はい、そうすると中部間はこの内側に来ます。外側ではなく内側に来ます。ここを中部間と言います。はい、じゃあ伸ばしてみます。この中部間、骨に囲まれた中部間という場所で今度は、手根管症候群の正中神経ではなく尺骨神経という神経、尺骨神経という神経が圧迫されることで起こってくるのがこの中部間症候群なんです。ですのでしびれる場所は、ですのでしびれる場所は肘から4番目と5番目、特に小指は全体がしびれ、4番目の方神経は半分より小指側だけ、ここはしびれることが多いんです。特徴的じゃないですか。はい、わかりやすいですね。わかりやすいですね。はい、で、もっとひどくなるとですね、今度曲がりにくくなってきます。手をパーしたり曲げたり伸ばしたり、これにどうも障害が出てきたな、感覚も鈍いな、こんなことがあったら中部間症候群疑わなければいけないんです。はい、では次です。足根管症候群、これはどこに起こりそうですか？これは足の付け根ですね。そうですね。足首の内くるぶしと外くるぶしがありますが、内くるぶしの下、ここですね。これ、くるぶしとかかとの骨を結んだ靭帯によって脛骨神経という神経が圧迫されて起こるんです。こちらは脛骨神経。この神経が圧迫されてどこがしびれると思います？足の裏ですか？そうです。足の裏がしびれる、もしくは足の土踏まずあたりの筋肉が萎縮といって縮まってしまう。なんか怖いですよね。怖いですね。そのぐらい足裏に障害が出るんだっていうことを覚えておいてください。はい、ありがとうございます。では最後に梨状筋症候群。はい、これなんていう感じですか？それは梨って読みますかね。体に梨に似ている場所ありますか？お尻ですか？そうです。お尻にある梨状筋という筋肉、これが、締め付けることによってその下を走っている今度は座骨神経という神経、この神経を締め付けることでお尻が痛かったり、そこからしびれが出たりということが起こるんですね。4大後訳性末梢神経障害、分かっていただけましたか？はい、よくわかりました。はい、では復習を含めてちょっとテストしてみたいと思います。はい、見ちゃダメですよ。私がここが痛いしびれるんですけどって言ったら、それは何の症候群の可能性があるかを答えてみてください。はい、ではまず手首から指先がしびれるんですっていう方がいたら、これは夜間痛が強いんです。夜間にしびれるんです。何を疑いますか？手根管症候群です。その通りです。素晴らしいです。じゃあもう一個いきますよ。お尻から足、痛いししびれる、何を疑いますか？梨状筋症候群です。その通りです。素晴らしいですね。このように4大後訳性末梢神経障害、その起こる部位を覚えておいていただければ、こんな病気も考えられるかなという察しがつくと思います。いずれの病気も整形外科が専門医ですので、
整形外科のクリニックや病院にご相談いただければ、適切な診察や検査をすることで確定診断がつくと思いますので、ぜひ、このような症状が出たらご検討ください。はい、まず、整形外科に行くと触診といって、まずどの部位がしびれてるのかを見ます。例えば今、親指がしびれてるっておっしゃってたので、親指の感覚を見るわけです。この親指と、反対の全く症状のない親指を触って感覚が違うのかどうか触診します。また大事なテストなんですけれども、この手根管という場所で締め付けられた神経が傷んでいると、このように叩くことによって、どうですか、ビリビリしますか？ちょっとビリビリしますね。親指に響きますか？はい。これをですね、チネルサインと言います。チネルサイン。傷んでいる神経を叩くことによって、その神経が回復しようとしている部位にビリビリと放散痛、痛みを感じるんですね。このチネルサインも強迫性神経障害の診断にとても役立つ診察方法です。また、これだけではなく画像診断、原因がこの手首の骨にあるのか、または靭帯や神経にあるのかを見るために、レントゲン検査、 CT 検査、 MRI 検査なども行われます。ちょっと難しい言葉ですが、神経の電動速度検査っていうのがありまして、神経っていうのは電気信号で情報を伝えています。その電気情報が例えば途中で中断されていたり遅れることによって障害があるかどうかを判断できるので、神経伝導速度という、ちょっと特殊な検査もございます。大きな病院や専門外来に行かれるとこのような検査もできますので、行ってみて確定診断していただくのがよろしいかと思います。なんかだいぶしびれ強いようですし、チネルサインも出ているし、一度専門の外来に行ってみるといいと思うんですよ。はい、ちょっと行って検査してもらってきます。そうですね。整形外科にもちろん受診していただいてもいいんですが、整形外科の中でも特に手の外科っていう外科の専門医がいるんですね。手を専門にしているので手の外科、そういった看板を掲げているところですと、より検査や治療がスムーズになるかと思うので検討してみてください。はい、わかりました。よかったら行ってきてくださいね。中にはどんどんしびれがひどくなって夜間寝ていられないほどになっちゃうこともあるんですね。そういう場合は、手術療法というのがあります。例えば手根管症候群であれば、その手根管という部分、公約締め付けている部分の靭帯を切ることで締め付けられている神経を解放してあげる。そうすると神経は回復してきて、しびれが取れたり使いづらかった指先が使えるように元に戻っていきます。適切なタイミングを逃すと障害が残りますので、我慢しすぎないようにして、ぜひ専門の手の外科を受診するようにしてください。今日は手根管症候群、ご本人の症状も含めて見せていただきました。どうですか？内容よくわかりましたか？はい、よくわかりました。早く治療して元の元気な手に戻れるといいですね。はい、しっかりと手を動かせるようになりたいです。はい、お大事なさってください。この動画をご覧くださった皆さん、高評価、チャンネル登録お待ちしています。よろしくお願いいたします。